今回は必須なトラウマクエスト5選を紹介していくぜ。いつるなピッタイム。まずはじめに紹介するのは、メイン探索第1章の最終ステージにして、最高難易度の第1章第5節第2話そして誰もだぜ。そうそう、こちらはそれまでのステージと比べて難易度が跳ね上がっていて、ロスは初心者狩りのトラウマステージなのよ。ここまでのステージは適当にやっていれば勝てるという類のものでしたが、ここはグレイズブレイクやキャラの特性などをうまく利用していかないと突破が難しい。特にレベルが低い状態なら高確率で満身創痍にされちゃう。まさに第1章最後の壁にして、初心者の壁、ボスであるヤクモゆかりの厄介なところは守護の賢者による回避の大幅上昇と、1ターンおきに打ってくるスペカが挙げられるな。回避の大幅上昇に対してはスキルなどで命中率を上げるか、壮麗姉妹の演奏会など命中を増加させる絵札で対策を取りましょう。またこのゆかりが使用するスペルカード、不可弾幕結界無限包容はラストワードと同じ効果内容ながら通常スペルカードと同じ扱いなので、これを使用した後でもスペルカードは使用してきてかなり厄介。特に当時は今みたいに1ターンでブレイク6枚とか1ターンでブースト3とかいなかったのでめちゃくちゃ難しいんだ。今となっては全然育ってくとも勝てるけど、当時ならマジでちゃんと育成しないと敗北しちゃうわ。ロスは初期の当時は1ターンで06にアップとかはなかったので、ゴリ押し突破をする場合、まずグレイズ耐久しながら拡散ショット連発して P を集める。2ブーストゲージが3以上溜まったらフルブーストでスペカぶっ放し、3交代して今のを繰り返し、といった感じで地道に先方で行くしかない。しっかりキャラが育っていてもなんとか突破という感じでまさに初心者殺しの厄介なステージでしたよ。ああ、私も初期の頃そうやって倒すのか全く見当もつかなくて、何回もゆかり様にしごかれたもん。しごかれたってそういう意味じゃないからね。逆にどういう意味なんだよ。次に紹介する歴代トラウマクエストは初期時のコウマ島100回だぜ。当時からしたら1、2年は早い超高難易度クエストですよ。なんといってもまだエピックやレリックがいないし、最上位に君臨していた超フェスもまだ少ないからな。こちらのステージはまず1回目にエクストラアタックでグレイズ、集中ショットを禁止にされる。黒ヨウムがグレイズ、ヨウムが集中ショットを封印してくるのは90回と似ているんだが、今回はゲージが2本ある。そして1本ゲージが割れるとその度に再度エクストラアタックをしてくるという今時なことをしているんだ。3年前の当時で禁止とか鬼畜すぎでしょ。今や禁止解除はエイリン、皇帝、心などなどフェスから超フェスも持てるようになっているがこの当時に禁止解除を持っているキャラクターはおらん。なのでターンを稼ぐか、交代するしかないということね。しかも2度目のエクストラアタックでは黒ヨウムがブースト封印、ヨウムがスペカ封印を行うんだ。そんな縛りかけられたら何もかもおしまいだ。スペルカードが使えないので攻撃手段はラスワとショットになるが、ショットでは倒すことができないので、ラストワードで倒すことになるけどブーストがない状態だから、弱点も火力も出しづらくなって倒しきれないなんてこともあるだろう。なので古き良き、ここで交代対策が主流。バックのキャラクターとチェンジすれば、禁止を受けていないキャラを使えるので、2回目は必ずチェンジしないといけなかったんだよ。なるほど、チェンジで恩恵も受けれるし、ここで交代するのがベストなのか。今でも使える技なのでもし100回で苦戦している人はこれをするといいぜ。当時の対策としては、火力最強で弱点もつける村雨光や、超デバフでゴリ押せる稲葉亭、当時最強超フェスのちびゆゆこといったところだな。やっぱり編成はフェスか超フェスですからね。当時のクリアはかなり難しいでしょう。3度目のエクストラアタックは牽制が彦し、ヨウムが水木属性特防を付与。3度目のエクストラアタックで付与してくる。これはどういう効果？特防効果は対象となる属性のダメージを大幅に軽減する効果となっているよ。弱点を防いでくることはないのでそれほど気にはならないが、キャラによってはダメージが通らなくなるので注意がいるぜ。このクエストの対策としては黒ヨウムは一気にブレイクすること。黒ヨウムは1回スペカを使うごとに結界を3枚補充してくるんだ。1ターンおきにスペカを使ってくるサイクルなので、まとめてブレイクしないとなかなかフルブレイク状態にならないんだよ。スキル込みの攻撃が入ると高確率で撃破されてしまうことも相まって、黒ヨウムはなるべく早くフルブレイク状態に持ち込んでゲージバーストさせることが重要になるね。通常ヨウムも厄介な場面が多い。ヨウムはスペカごとに結界を増やすことはないが、体力の低いキャラの場合一撃で落とせるくらいの攻撃力はあるので2枚ずつグレイズを切っていってもいいぜ。体力回復も10万近く回復されるし、要望バフもかなりダメージを軽減してくるぜ。だいたい1回の挑戦で最低1つゲージを割ることを目標にプレイするのが無難だろう。確かに難易度的に1年は早いと言える難しさがあったでしょうね。ただ、対策できるキャラクターが少ないからこそ面白いところがあったよね。今となっては1ターン目にレリックレイマリなど火力マンで倒して、2ターン目は水着ゆかりなどで禁止解除して殴って、3ターン目は防御形態はレリックかぐややゆゆこの弱点付与で問答無用にピチュれるということが行えます。時代は変わるものだ。
続いて紹介するトラウマクエストはフクレイの VS 白霊霊夢だぜ。出た伝説のトラウマクエスト。このイベントの報酬絵札は装備スペカの水属性の威力 45% アップ HT、装備スペカの幽体弾の威力 20% アップ HT を持った星5トロピコファンタジアが手に入る探索だぜ。水着キャラと相性のいい絵札ですね。しかし、このクエストは非常に難しくてなかなか手に入らない。敵の強さはレベルによって大きく変化するが、基本的なギミック特徴などは変化せず、次のようなものになっているんだ。まず1ターン目から相手全体のグレイズ禁止 5T、相手全体のブースト禁止 3T という鬼畜。いやこれどないするっていうねん。グレイズでターンを稼ぐことができないので、禁止解除は必須になってくるな。2本目のゲージでも相手全体のスペカ禁止 3T と、相手全体のブースト禁止3があってめちゃくちゃ厄介。禁止解除キャラがいないとバトルが相当遅延させられてしまう地獄ステージ。さらに最終ではフルブレイクができない仕様になり、ゴリ押しで倒すしかないので厳しい。こんなところでも主人公補正しなくていいよ。ここまで鬼畜にしたのは人気の水着キャラに相性のいい絵札を釣り餌にして、長く遊ばせるためや、強化素材を購入させるためでしょうな。ブーストグレイズスペルと重要項目をピンポイントに縛ってくるし持続も長め、一度は交代で対処するにしてももう片方は禁止解除したところでなければ、無理やり延命する必要が出てきてしまい、そこで事故る確率も上がってしまう。2種禁止解除キャラがいればベスト。でなければ1種解除のキャラを2人使って対処したいところですね。で、そこさえ対策すればあとは結果以上ブレイクも通り放題だし楽勝、と。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。なんてことには全くならず、結界が消失した最終ゲージの突破型のフクレイと比べると頭一つ抜けている。毎ターンの陰行調デバフ特攻倍率低下の特殊ルールのせいで陽気で非水属性の攻撃くらいまでこだわらないと相当ダメージを通しにくく、しかもその限られた攻撃がさらに式弱体か男子軽減で大幅に絞られてしまうので、ダメージソースとなれるキャラクターが激しく選別されるぜ。一度なんとなく強いキャラを詰めて挑むとわかるんだが、適当にやると仮に最終ゲージまでたどり着いても地獄みたいな泥試合をする羽目になるので、手持ちを問われる最難関クラスのフクレイと言えるだろう。しかもこのクエストは必ず2種類の禁止解除を持つキャラが必須になっていますが、当時で言えば水着ゆかり、レリックも皇帝ちゃんさんの3人だけで、めちゃくちゃ難しいのよね。当時はとにかく禁止解除役がいないと地獄というか水着ゆかりがいないと地獄というフクレイ、あれから禁止解除役が増えてもう楽勝だろ。と思いきや、今度は火力が抑えられて別に地獄が用意されたんだ。アップで前後で同時にこれだけ難関になるフクレイも過去に例がなく、また今後もそう多くはなさそうで、難関フクレイとして今でも名を残しているな。このフクレイは前回の歴代の闇に匹敵するものが感じられますね。続いて紹介するトラウマクエストは高難易度チャレンジだぜ。まず名前が高難易度だもんね。こちらは4周年アニバーサリーで期間限定で追加された本当に超高難易度なステージ。こちらをクリアするとドロップ報酬でここでしか手に入らない絵札アニバーサリーコウマ島や、貴重なアニバーサリー守谷神社が手に入るんだ。新規イベントだが、やること自体はフクレイと大体同じであり、任意制限がないので旧バージョンのフクレイに近いものと思って問題ない。ただし、高難度ステージと銘打っている通り、いつものフクレイとは比べ物にならないほど敵が硬くなっている。高難度チャレンジのサナエの HP は驚異の82万。これがどれだけヤバいかというと、例えばタタロエストの絵札が掘れるフクレイのサナエの HP は32万、6700レベル120。あのフクレイと比べて通常の3倍かよ。どんな体力してるねん。また支援している2人の神も76万ととんでもなく高くなっているんだ。この日のためにマラソンして持久力を上げたそうだぜ。いやウェディングドレス姿で何してんだよ。特設ではなくイベント探索なためカスケットを利用可能なのは従来の高難度コンテンツとの大きな違いで救いだったな。とはいえやはり難易度はめちゃくちゃ難しく、開幕のエクストラアタックによって最初から有効な特攻が神格特攻に限定されてしまい、その後も相手のサナエのゲージバーストの度に被弾特攻変更神格を繰り返すため、神格特攻弾を多く持っているキャラ、クリティカルの高いキャラでないと決定打を与えにくい。相手のサナエが強さランク通常解除1度目のゲージバーストの時点から発動し、2度目のゲージバーストと合わせて計2回発動してくるため、相手のサナエのゲージバーストの発動タイミングや各種バフの発動タイミングをしっかりと意識しないと簡単にピチられる。相手の弱点は引き星土のいずれかのものになり、それ以外には当然耐性持ちのためダメージを稼ぎにくい。弱点属性から見てわかる通り、4周年で出た白サナエ桜フラン桜小石を引いてもらうためにこの3人は非常に相性がいいね。幸いにも相手は延期系デバフが多いので、陽光アタッカー中心の構成がおすすめ。また土以外の弱点はメジャーどころで強力な陽気アタッカーが豊富なので、4周年の3人がいなくとも人数を増やせば意外と押し切ることは可能だった。とはいえ周回を考えるとなると非常に面倒。ほんまそれやな。
クレイの3倍の体力の敵を周回するのはきつすぎですわ。でもこんな高難易度ステージでみんなで報酬獲得キャンペーンということは報酬もめちゃくちゃ豪華なんでしょうね。その報酬はこちら、1風結晶 ×5、再戦 ×1500、2運命鏡 ×1 個、レポート絵札2種7929角 ×1、上皇木セット、3指南書3回各種 ×5、指南書3各種 ×5、巻物3各種 ×5、花形3各種 ×5、薬液3各種 ×5。いや風結晶5個って少なすぎやろ。片白なんて一つも配る気配ないしね。しかもレポート絵札に関しては買う人が少なかったであろう白フェスサナエのレポート絵札だしな。買えという圧がすごい。このように難易度も高ければ、運営様の圧力もすごいイベントで思わずトラウマになった人は多いでしょう。あれから毎晩レポート絵札が夢に出てくるようになりました。ラストに紹介するのはゆっくり周回だぜ。そこもゆっくりしようにしなくてよかったのよ。はい、皆さんももうわかっているかと思うがこの可愛い見た目をして周回難易度が鬼畜すぎる。なんでこんな低確率にしたんだ。まずこちらはゆっくりイベントというもので登場したもの。ゆっくりイベントはシナリオゆっくりとゆっくりと、ゆっくりとが読めて、ゆっくりレイムとゆっくりマリサが登場し物語が展開していくんですよね。そしてこのイベントの見どころは、課題やゆっくり宿主を使ったガチャでゆっくりレイムとゆっくりマリサが入手できるんだ。ガチャチケットで引けるなんて斬新ですね。普通にドロップでいいと思うんだがなぜかガチャ仕様になりました。多分プレイヤーをガチャに意識してもらうためでしょうな。また後で紹介するがこのガチャ仕様も鬼畜難易度を上げている一つ。皆さんもお気づきだろうが、ドロップでキャラクターをゲットできるということで、運命値上げに向いているんだ。運命値を上げると、ドロップ報酬が増えるんですよね。モンストの運極と思ってくれていいぜ。なのでついにロスはもう運極作りができる、というめちゃくちゃいい仕様かと思いきや、クエストの周回があまりにも鬼畜すぎる。ゆっくり乗りとはゆっくり、さようならのドロップ報酬で手に入るんだが、まず低確率すぎた。私も検証でやってみたところ、だいたい100回で1個手に入る感じだったのでおそらく確率は100分の1ぐらいだぜ。いやドラクエ5のグレートドラゴン仲間加入率より低いやん。いろんな情報を集めると、数百回行って1個とか結構いました。私もやってみたが、マジで落ちない。多分確率は周回 F だと同じぐらいに設定したのだと思われるな。運命値100にするには18個の同盟のゆっくりが必要となるんだ。なので単純計算で1800近くはいかないといけないのか。はっきり言ってきつすぎるけどまあギリなんとかいけそうです。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。このクエストにはさらにガチャ仕様になっているのを忘れているよ。ああ、そっかそっか。このゆっくり乗りとはゆっくりレイムかゆっくりマリサが出てくる仕様になっているんだ。つまりピンポイントで集めることができないので必ず、2体分作らないといけないことになるんだ。つまり1体ずつは無理で強制的に2体のゆっくりを作らないといけない羽目になるのか。なので3600周回はしないと手に入らないことになるだろう。いや霊力ぶっ飛びますよ。メンテナンスを浴び霊力ハイフラッシュはこれの伏線だった説。しかも、周回クエスト確定なのに3ウェーブという、いじめのような仕様。充実すぎてここもゆっくり仕様にされました。初心者救済クエストかと思いきや、周回に向いていない要素が詰めに詰め込まれて全プレイヤーを地獄に落とす化け物クエストなんだ。またそんなの運命値100のキャラクターを連れていけばいいじゃんと思っちゃうんだが、運命値対象は強化素材だけ。しかもその強化素材は最下層のゴミ素材であり、全く使い物にならない。強化の方もゆっくり育てていってね。10年続けるためにプレイヤーが遊びやすいものを作っていくと言っていた割にはなかなかに厳しいものばかり作ってくるよな。さらに、仕方がないけどゆっくりの強さに関しては2年前の工場キャラみたいな性能。使い道としてはイベント周回とデイリー探索ぐらいでこの性能ならばやはりもっと周回を楽にするべきだったと思うぜ。絶対これなら多少長引くけど、2、3週間待って一片白集めて最近の最強フェスゲン育てる方がいいでしょう。霊力も時間も労力もあまりにも多くてコスパ悪すぎる。もしもこの探索をジオ様が見たら、なぜせっかくの運命値キャラの場所で運命値でドロップできない仕様なのか、強化素材もゴミにしたのか不思議なクエストだな。運極作成はモンストという歴史ある事例があるんだからなぜそこを取り入れなかったのも、といった感じだね。モンストなら初心者向けの究極クエストなら30分から60分ほどで運極を作成できますよね。このロスワの仕様だと、霊力使わせて結晶を使わせたいのが見えちゃうよな。2023年頃はめちゃくちゃ豪華報酬な福霊キャンペーンとかやってくれていたのに最近のロスワはケチくさい仕様のものが多い印象ですね。でもゆっくりを配布したりと楽しませようとする意欲は見えるので、改善していってさらにいいサービスを作っていってほしいぜ。さて、今回はここまで。視聴者さんのトラウマになった探索があれば教えてくださいね。またロスワの歴代の闇要素も紹介しているから見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。